にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。お前が乗るんかい。ガンダムはパクるもの。デザイン違いすぎるだろう。100回くらい見たことある。シャアがガンダムゲット。アムロスルー。連邦のセキュリティをボロクソに言うのが笑える。ザクマシンガンでガンダリウムを壊せるの。こんなことが許されて。 BGM 劇場で聞いたらめっちゃ音よかったな。5倍以上のエネルギーゲインきた。ガンキャノンを見てもそれは乗る価値がないと。アムロは無名なまま終わる世界なのかな。アムロ、セリフも取られた。人員がいなくて世界線が変わった。5倍以上のエネルギーゲインがある。ザクとは違うのだよ。この世界線でアムロ何やっとるん。小説版ベースだからもう軍人って噂。シャア、ガンダム、ダムってなんだ。カミーユ、モビルスーツパクるってとんでもねえ悪党だなこの変態。今はまだシャアになれんが、いずれ慣れていくんだろうな。少し寂しい。このガンキャノンかっこいいと思った。キャノンかっこよすぎ。ガンキャノン来た。まさかのビーム。ガンキャノンかっこいいんだよな。ガンキャノン強え。先週と全然雰囲気違くてくさ。ガンキャノンぜー。ビームキャノンなんだ。4のガンキャノンかっこいいのよな。この世界線ではカイやブライト死にます。これパイロットは誰やったんやろな。ガンキャノンのキャノンがビームになってるぞ。ほんと無駄にボテボテデコボコさせるの好きだな。エヴァっぽいデザインだが、映画のトップ10だと初期デザインはダブルオーのジンクスみたいな感じだったな。ガンダムだけじゃなく木馬まで。エヴァみたいなガンダムだな。最初のザク撃破のオマージュ。愛。冷却の必要なかったですね。ザクがキャノンになっとる。ポーズまで一緒。よくもキャノンを。そのポーズなのか。これもう完全に悪ふざけだろ。名シーン来た。このガンダムは何？テロロ軍曹的なもの。しかし格好悪いガンダムだな。サイクロン号といいやんのは目を増やせばいいと思ってるな。それは山下育人の趣味。シャアがうまくやったからテムレイは頭おかしくならずに済んだ。アムロも覚醒せずか。パオロ艦長。なんかパロディ似てる気分。ガリガリすぎない？ガンダムに鍵をかけとけばよかったのに。赤いザクって言ってたからな。えぐー。このアイキャッチ素晴らしい。セイラはどうなったの？お楽しみに。パオロソコは逃げていいんじゃないか。ふざけすぎだろ。ララーも出てきたりするのかしら。入れ替わって戦争するのか。ガンダムシリーズって簡単にガンダム盗まれすぎだよな。なんで警備厳重にしとかないのか。最近はあんまり盗まれないから。すげえよな。これ映画館で見れたのは良好だった。大画面で見てこそだよな。IMAX で見れたの最高だった。映画見た人が興奮するのわかるわ。これからもっとすごいの見れるぞ。戦艦ごととか欲張りにも程がある。見せてもらおうか。自分で使って試すとは。戦艦並みのビーム砲。爆発がエヴァっぽい。戦艦のス砲並みのうんたらかんたら。シャアが当てたらと。独り言多いな。シャアはなんか議連の野望をアニメにしたかのような錯覚が。プロトガンダムの映像化初か。アムロはいないの。おとりじゃなくて普通にデモンストレーションモデルだろう。通常の3倍のスピードで接近してきます。ガンダムキック。シャアキック。足は飾りじゃないな。相変わらず足癖の悪い。連邦側のパイロット描写はなしなのか。プロとのプラモはプレ版かな。いつものポーズ。なんか全体的にスタイリッシュになっててかっこいいな。ドズル中将はここで反対してしまったばっかりに。アイキャッチやりたかったんだろうな。ズダの量産は最初からないです。リバースエンジニアリングできるのか。すげえスピード感。クオリティ高いな。映画並み。ダイジェストになった。カットした。ナレーションで終わらせたよ。いきなりめっちゃ省略されてはロス。オリチャーはカットか。映画でやったところ一気にカット。
アルテイシアカットかよ。ここまるまるダイジェストにしたんか。マクベに外されたからな。シャア部隊。めちゃくちゃカットしたなおい。セイラさんの出番。アルテイシアのケイタなしかよ。はあ、カットかよ。ここはカットなんだ。ああ、ドレンの見せ場が。役者かよ。このシャアの声も良いけど、初代シャアの声はやっぱり迫力、貫禄があったな。シャアは時空の彼方へ。何これ、シャアの自爆。はよ。はしょられた。ガーン。不は大事なところ慣れで終わらせた。急にダイジェスト。あれ、ここはダイジェストでやるんか。じゃパラレル1年戦争は今回で終わり。一気にはしょったな。これでジオン公国勝利か。ここ後半で改めてやりそうだな。アルテイシアと対決あったし。今から劇場版を見に行った方が良いのか。セイラさんの出番がなくなったけど、後で困らないのか。カットされたのか気になるな。今回のがやった劇場版からかなりカットされてるのか。マジでダイジェスト。これの倍くらいはある感じ。1時間近くあった気がする。最初の案のプロット通りのソロモン落下阻止だね。これは映画見たる価値あったな。割といいところカットしとる。カットの仕方すげえ下手だけどな。字が見えるはないのか。このビギニングってやつを金曜ロードショーでやれよ。これただの同人ガンダムだよね。アムロの機体はどうすんだよ。話がつながんねえだろ。あえて消化不良なはしょり方にする。特ワンとデミトリーの立場は。ビギニングってまだ上映中なのか。まだやってるとこあるんじゃないかな。上映回数はもう減ってるから見に行くの大変そうだけど。映画見に行ってよかったな。映画見てないけど違和感ないよ。シャアが何をしようとしてたかは意図的に省いたようだから、そのあたりはまた別でやりそうだな。あれがないとシャアがよくわかんない人になっちゃうから。3話も映画のマブ戦やるんだろうしな。デムレイがまだ健在だから。連邦はガンダム超えるすごいモビルスーツ作ってきそうだけどな。後半何が起こったんだよ。いきなりすっ飛ばされて何が何だかわからん。夢に見た量産ビグザムよかった。結局ドズルはなんで死んだんだよ。2話は大事に保存します。シャアが出てくるってことは、この話って1年戦争とつながってるの。赤いガンダムだとか矛盾しないの。見たくなったら映画館で見てね。脚本だけじゃなくコンテまで切ってる。赤いのやりすぎて手がつけられなくなったから無理やり消したんじゃとか思っちゃう。これだと映画見てない人はモヤモヤ残りますやん。まあわしも一応劇場で見てるけども。グラナダへのソロモン落としがないと。マツとドズルを対面させてほしかった。カミーユとかヤザンとの開口はあるかも。赤いガンダムは現在に戻ってきたってことか。しかしジオンが勝ったらチターンズ以上のクソ組織生まれそう。ここまでは劇場で見たからようやく続きを楽しめる。やっぱ MA 量産してエルメスが艦隊落としまくったら連邦ビビりまくって講和するじゃねえか。アムロいなくても戦局変わらないもん。大嘘だわ。次回で街のお風呂シーン見れるかな。ビギニング部分の脚本を庵野が新仮面ライダーの撮影やってた頃に、新仮面ライダーどうした？低レベルの速さで仕上げてきてビビったって鶴巻がラジオで言ってたな。なんかよくわからんまま連邦白旗あげたんだけど、残った艦隊でアバオアク攻めるとかしなかったのか。3話もまだ劇場先行版の範囲で終わるなんてことは。正直フルートをずっと見ていたいんだが、来週で映画の内容を終わらせる感じかなこれ。ほんとだな、絵柄が違いすぎる。初見の人級にファーストのキャラが出てきて混乱するだろうと思ったけど、映画もそうだったわ。映画は初見の混乱も含めたエンタメだったな。庭のコンテに富野の名前入れんとあかんやろこれ。アイキャッチも完全再現。アイキャッチ再現は笑うだろう。残り10はこのノリで頼む。シャアの声に違和感あるけど、いろんな効果音がファーストで良いな。オープニング見た感じ登場キャラ少なそうだね。エピソードごとに1カット変えるかもしれんが、思ったより地味というか無難なオープニングだったな。アイキャッチをいちいち入れるな。新規ポカーンだろうな。急にシャアを出しても意味わからんだろう。まあ絶対ポカーンだろと予想はしていた。改めて見るとこれを1話にやっても新規はついてこんわな。
それなら庭も垂れ流しじゃなく新規向けに工夫すべきだったな。子さんは1話でなんか違うってなって、新規は2話でなんか違うってなって、どっちも得してない。あんの好き放題やってるな。笑うしかねえ。というのが初見の感想だったな。この困惑をみんな伝えたいと思ったのか、ネットのネタバレもずっと控えめで笑った。これ新ガンダムだな。いつものリブートのやつか。かなり詰め込んだな。飛ばしすぎてわけわからなくなってるやん。あ、思いっきりカットされた。映画見ろってことか。はしょって1話に収めたか。さすがに2話は使わんか安心した。それにしても3話までいかないでよかったな。うまくまとめたわ。映画見ててよかった。随分とバランスの悪いはしょり方するんだな。ゼロヒトガンダム線をはしょってソロモン内部の話をやる方が分かりやすかったと思うが。いや、あのシーンは別のタイミングで出すんだろう。なんだこれ偽物じゃなくて本物のシャアなのか。ちょっとひどいだろう。皮膚だからこそ好き放題できるというのもある。うまいことビギニング1話にまとめたな。完全版見たかったら映画館で。セイラさんバッサリカットされたしもう出番なさそうな気がする。後半そんなに駆け足で行って大丈夫なのかな。自分はいいけど。うまくまとめたかな。シャアに何がどうなって消滅したのか全然説明されてないやんけ。ビギニングパートは2話で終わりか。1話に続くっていいね。一番カットしたらあかんところカットしやがった。ゼクノバの詳細は違う回でまたやるんじゃね。さすがに一番重要なとこカットしたままにせんだろう。でもやっぱ1年戦争は2話だけで終わったな。シャアがソロモン内部で裏切り工作しようとしたことはシャリアブルは知らないから、その部分は省略したってことなのかな。ああ、なるほど。じゃあいずれシャア復活時とかにカットした部分もやるかもしれんな。朗報。シャア有能なままフェードアウト。声優詳しくないんだけど、シャアの人は存命でトラブルも起こしていないよね。なんでチェンジしたの？本編とは違うからかな。シャア役の池田さんが何歳だと思ってるのか。映画見てないけど楽しめたぞ。ファースト部分はアイキャッチとか BGM よかった。めちゃくちゃカットされたな。まあ12話しかないのにプロローグに2話も使うわけにはいかんもんな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。